こんにちは。こんにちは。アメリスのところです。メリです。今日は、ついに出ました。カレンとの共著っていうんですか。そうですね。はい、コラボレーション。コラボレーションの方。はい。タイトルはシーズンレスでいいですか。はい。シーズンレスで、パターンフォーライフっていうのが副題で。はい。はい。という本が出たので、そのご紹介のビデオになっています。はい。ついに出たんです。放送は1年2年2年ぐらいかな。でももう1年前にも声かけてたんでしたっけ。まあ声をかけてからはコロナになって夏ぐらいに彼が仕事を辞めて、その後ぐらいに声をかけてた。そうですね。はい。メイさんがメールしたんです。彼に。でその時は考える的な。まあでもちょっと今忙しくてみたいな感じだったかな。ちょっと引っ越しの前だったのかもね。そうかもしれない。まあビジネスを閉めていろいろと慌ただしかったと思うんですけど、今までにない分厚めの。そうですね。うちでは一番分厚いかもしれないですね。今出した。絶対そう。この幅がいつものファイルじゃ足りなくて、もっと太くしてくれっていう印刷会社に言われたので、それで作ったのか。はい。ということで、まずは、カレンのご紹介を私たちからしたいと思います。はい。カレンは何でしょう。一番最初は多分ブロガーとしてものすごく有名で、まあちょっと英語がわからない方あまりね馴染みがないかもしれないですけれども、私たち仕事始めた頃ぐらいから有名だったのを忘れてしまいました。どうだろうね。でももう2015年の時点でインタビューしてるってことはそうなんじゃないかな。そうですね。私たちがお店を始めたぐらいの頃からブロガーとして有名で、でも編み物の小物を売ったりしてたかな。バッグ作ったりしていて、実はこの7号でインタビューもしていて、懐かしいですね。湘南で撮った台風の時ですね。台風でリスケになった。ですね。でこの時もこういうお弁当バッグみたいなものとかチューリップのとじ針とかをカレンがもう仕入れて自分のオンラインショップで売ってて、まだフィールドバッグとかはなかったけど、そういう時からやってたかな。で、まあとにかくブロガーとしてすごく人気で、その人気のままご自分で商売を始めたって感じですね。デザインして、型紙を誰かに起こしてもらったのかもしれないですけど、いろんなケイトショップに卸していて、うちも日本で使わせてもらっていて、あとこういう。これはジェーンの。サンフランシスコのグラフィックデザイナーのジェーン・シュフューイットさんがこの模様をデザインして、多分全部シルクスクリーンのペイントしてるんですけど、その布を使ったバージョンとか。でもとにかく売れましたね、これね。世界中でみんな持ってるっていうのはあれですけど、イベントとかに行くとみんな持ってて、みんなで大集合。そう。やっぱり編み物してる人が開発したバッグだったっていうのと、まあおしゃれ。あとやっぱすごい良かったのは、ちょっとねメリさん物入れすぎだっていうことありましたけど、これにここになんかこう袋にこういうのがあって、編み物とお財布みたいなのも一緒に入れられて、こうやって持って歩けるってバッグが今までなかったですよね。なんか袋みたいなのはただの巾着とかもね、あったけど、だからこれ持ってこうやっていくとなんかおしゃれな雰囲気で持てるっていう。編みかけと編み物も入ってるけど、普通のバッグとして使えるっていうのがすごい画期的だったんですよね。布もしっかりしてるしね。で、こうやって編みながらどっかで何か待ったり順
話をしたりできるみたいな感じで、みんな持っていて。そうですね、でもコロナの時に残念ながらその工場が閉鎖されちゃって、もうカレンがビジネスを辞めるっていうことになって、その後でグリーンラインスタジオっていうパターンの会社からこのフィールドバッグとトーンバッグのパターンが発売になってるので、一応自力で作ればこのバッグを作れるっていうことにはなっております、現状。はい、私も作ったものあります。そうですね。ということで、よければこちらも言っておりますが。で、彼女がブログでよく自分の編んだものなども紹介していて、それでパターンはないんだけれども、カレンが自分で編んだデザインのニットみたいなものがあって、それがすごい可愛くて、でもパターン自体を彼女が出したりはしてなかったんですね。なんか編み方の紹介は簡単な紹介をするけど、パターンとしてではなかったと思いますが、でも皆さんそれ編みたいって気持ちもあって、カレンと一緒に本を出したら面白いんじゃないかっていうことでお誘いしたら、話がまとまったっていう、今回それが1年ぐらい前。そうですね。なのかな。ということで作ってまいりました。でですね、買った人はわかると思うんですけど、とにかくカレンがなんでしょう、こだわりのある方で、本を出すなら普通の本でもない、なんかずっとみんなが使えるような本が出したいっていうことで考えられておりまして、このデザインマトリックスっていうのは見てるという。そうね。最初に私たちが見たのはこういうこのマトリックスのイラスト版。そうですね。まだサンプルがなかった。そうなんです。で、こんなにたくさんサンプル作らなきゃいけないみたいな感じだけど、実際はもっといっぱい作ったっていう。もっと編みましたけれども、とにかく形がこの指なしのミトンですね。あと、帽子でベスト、私が着ている普通のプルオーバー、でメリさんが着ているカーディガンのアイテム、1、2、3、4、5アイテムを4つの模様を組み合わせてやると。でそれぞれのパターンにちょっと細かいオプションはついているんですけれども、基本的には5アイテムに4つの模様を入れるっていうのがこのマトリックスに書いてあるんですけど、皆さんそれでいろんなものをご自分で選んで、丈感も選んでいろんなものを編めるということで、永遠に使えるんじゃないかと。サイズもね、かなりのサイズそうですね、10サイズ展開頑張っていまして、そうですね。で、基本的にはそのオプションではウエストシェイプするバージョンもあるんですけど、基本はもうボックスシルエットでユニセックスで、男性も女性も着られるような普通のデザインにそうですね。あと、糸はすべてウーステッドの太さでゲージを揃えていますので、一度ウーステッドでこのゲージに、19目なんですけど、19目に合わせてもらえれば、すべてのアイテムが編めるというふうな作りになっています。で、それがとにかくコンセプトですね。そうなんです。だから、ウーステッドの糸があれば、ほとんどのいろんなものが編めるっていうことですよね。そうですね。ただこのシーズンレスっていうタイトルからも分かる通り、一年中使えることを一応目指しているというか、リネンの糸もあれば、コットンコーンとか、100% コットンの糸とか、いろんな素材の糸は使っています。もちろん真夏に、いくらコットンでもベストは暑いかなとは思うんですけど、半袖っていうか袖なしで着てもいいんじゃないかっていうふうな、提案では紹介をされてる、けれども、でも私このカレンの、いろんなお話がカレンに書いてあるんですけど、ベストはとってもいつも
便利で、旅行にいつも持っていくっていうのに書いてあって、あ、確かにベストを旅行に持っていくと便利だなって私も思いました。なんかね、寒暖差がやっぱり難しいからベスト1枚入れとくと便利かなとは。そうね、あとはカーディガン。そうそうですね。メイさんこれを編みたいということで、はい、これを編もうと思って、そうですね、糸も確保してということで模様の紹介に行ってみるか。あずさん、糸からいきますか。そうだね、糸が一番見せやすいね。とにかくね、サンプルがいっぱいあるんですよ。はい、とにかくね、相当編んだんですよ、今回。リッターさんが頑張ってくれました。そうですね。まずは普通のメリヤス。はい。で、これがキャメルなのでめちゃめちゃ気持ちいいんですけど、はい、ちょっとうちの店では仕入れてはないんですけど。そうですね。で、今回このミトンが往復で編むんですけれども、これをスワッチ代わりにしたらいいんじゃないかっていうのがカレンの提案ですね。で、スワッチ3つっていう名前になってます。ここがシームになっていて、四角い大きめのスワッチを編んで、それをミトンに活用しましょうっていう感じで。ね、絶対ゲージは取らないといけないけどみんな嫌じゃんみたいなことが書いてあります。そうだからミトンにしちゃえばいいじゃんみたいな、なかなかいい発想だなと思いました、私も。そうね、これが平編みのお二人のゲージの装置として使いつつミトンも出来上がるっていう感じですね。で、あとはストライプ。そうですね、こっちと一緒のストライプ。で、モザイク模様ですね。メリさん着てるセーターと同じですけれども。で、最後がモザイク。カノコです。カノコ。はい、カノコですね。テクスチャーですね。のパターンになっています。で、全部アイテムがこの模様でくるってことに。このカノコがね、結構ね、こだわりの。そうですね。このカノコをやれるかどうかで最初この仕事をやるかどうか決まったって感じですね。そうですね。カレンがこれやりたいけど、カレンが最初に編んだセーターはカレンは適当に編んだと。でもパターンが書けない。私パターン書けないからこれ書けるんだったらやるってことで、私頑張りました。書けていると思います。このいい感じの模様になるように結構この辺のこだわりが詰まっていて、この時々入るカーターとかの切り替えが、カレンのこだわりなんですよね。だからちゃんと編めって書いてありますね。飛ばさないでちゃんとパターン通りに編んでほしい。パターン通りに編んでほしいと、カレンも書いております。ということで次帽子。で、帽子がいろんな長さがあってですね、とにかく選び放題ですね。そうですね。になっておりますね。帽子の名前なんだっけ？帽子は、いつも洒落た名前ついてるじゃん。ワームアップハット。ワームアップハットですね。ビーニーとキャップ型あります。で、あとゴム編みが長いのと短いのがあります。そうだね。これが、ちょっと黒だとかこれが、ゴム編みが短いので、これがゴム編みが長いバージョン。あと、これは両方ともこの B2 型かな。もうね、浅い方だよね。で、こっちがこの深くてさらにゴム編みの長い。みたいな。なんでまず浅さを選んでゴム編みの深さ決めるみたいな感じですね。これが同じ？違うの？もうなんかね、たくさんありすぎて。そうですね。でもこれが短いからやっぱこっちが長い。長いのかな？ゴム編み長いビーニータイプですか？っていうことで、選び放題になってまして、模様も4種類ありますので、大変なバージョンで、サイズもあるんだっけ？サイズもあります。頭周りのサイズもあるんですね。頭周り作った。なんでこれがちょっとゆったりだし、
ぴったりしたやつもあるし、ありますね。なんで、本当にいろんなバージョンが。そうですね。だからキャップとビーニーでゴム編みの長さが変わって3バージョンありますね、サイズが。メンズも大丈夫。そうですね。サイズ3つなんだね。これは小さいのと2番目のやつばっかりかな。なんで頭回りが45、51、57なって、まあ普通女性だと51かなって感じなんですけど、おそらく私45でいいんじゃないかな。ピタッとしたい場合とかね、あると思うので、あとはちょっとこういうスアーチーなものを選ぶ場合は、ここもぴったりめでもいいのかなと思って、全部が大きいとちょっとだいぶ古くなってしまうので、そんな感じでいろいろ選べる。なのでこの写真をご覧になってサイズ感見てもらえればいいかなと思いますね。最後のパターンのページの最初の方に、サンプルの全部のどのオプションを編んでいるかの一覧表があるんですよ。頑張ったね、ここね。何ページの写真がどれかっていうのが全部書いてあるので、そうなんです。気になった写真があったら、それを見て、どれを編むかそうですね。インデックスオブ考えていただけると。ニッツのところにB に普通のブル、キャップ、折るタイプのブル、いろいろ書いてありますので、サイズも2121と書いてありますので、参考にされていただければと思います。次、ベスト、フォーエバーベストですね。ベストは2パターンありまして、長いのとクロップトがあります。そうですね。これの緑がクロップトで、これがヒップレングスになっています。だいぶ長さが。で、ヒップレングスが実は目数が大きいんですけど、ゴム編みのためにちょっと絞って見えるので A ラインにはなってないんですが、一応ヒップが大きい人も着られるように、ヒップの目数がだいぶ大きくはなってます。なんでもしこのゴム編み9が嫌いな方はちょっと大きなサイズでゴム編み編んでいただくと A ラインになる。そうですね。で、短い方は短い目数で終わっている感じになってます。なのでちょっと広がるのが嫌だったら、このまま伸ばしてもいいし、そうですね。その辺は好きに。これはボトムアップになっていますので、でもなんせこのパターン引き返しがないんです。なのでこれも引き返しがない型になっているので、簡単かなと思います、比較的。引き返しなしでこの脇の栗とかで工夫しているって感じなのかな。ということになっています。私たちはこの緑は気に入っておりますね。緑好きなので。なんでぴったり作って1枚で着るっていうのも、ありなのかなとは思いました。これはこれはヒップレングス。これはコットンウール。これはウールだ。ウールです。ということで、日本人はちょっとね、リネンで編んでもいつ着るんだっていう感じにはなってしまうとは思うので、いろんな国の人がちょっと見えないんです見えづらいんですけど、モザイクで編んでいます。リネンで編んでいます。それで次がエブリデイプルオーバー、エブリデイっぽいですね。私がしましまストライプ。で、こちらがこれが普通の、そうですね、普通のプレーンですね。で、襟の形が3バージョンありまして、ダブルの襟、これダブルですね。ダブルと通常のシングルのクルーネックとタートルネックの3バージョンを用意しておりますね。で、長さは長くできるようにしています。トップダウンなので。なんでこれはちょっと長めに編んでいます。で、これは短い。短いのてか普通サイズかなって感じですね。ウエストシェイプ入れたのかな忘れちゃったけど、そうなのかな。そうですね。ということで、これが問題の科学になってますね。難しいやつ。でもうまくいってると思います。
はい、みんなは気が付いてないんですけど、ここら辺にすごい小技が効いておりますね。模様をうまく入れるために。なんでまあもうぜひこのまんま編んでもらえると。そうですね。私一体何時間使ったのかわからないんですけど、だいぶ頑張っているので、でもまあ編むのにはただ楽しく編むだけですし、ちょっとこの辺のパターンを描くのが非常に難しかったっていう。そうですね。で、彼がすごいこだわりがありまして、実はこれはシームが入ってる。ここ目が立ってますが、ストライプは立たせていない。ここのストライプがスムースに入るように目数を若干変えてシームが立たないようにしてたりして、ここの角がこの2目あると角がピッとならないので、そうなんです。おそらくシームを入れないと。入れずに。でも可愛いね。可愛いと思いますね。私はこれを編む予定です。はい。それでモザイクは、輪になってから入れるので若干下目には入るんですけど、まあ、これもモデルさん見ると分かるようにだいぶかっこいいですね。うまくできたと思いますね。で、彼も中で書いてるんですけど、だいたいこのプルオーバーの流行りって丈が短いか長いか、オーバーサイズかジャストなのかしかないので、その時々で自分の流行りに合うものを編んで、また流行りが来るから一度編んだものは取っておいた方がいいと思うって書いてあって、確かですね。まああとオーバーサイズだったらもうパターンがどうであれ、ただ大きいサイズ編めばいいだけなので、で襟周りはねだいたい同じぐらいの目数でそんなには変わらないので、そんなにね首が開いてるものは作ってないので、まあ皆さんお好きに。どれもどちらかというと首は詰まり気味。そうですね。カレンの用語で首が詰まってるんですね。これ最初から輪にしてないですね。途中までカレンがブログでもよく書いてたんですけど、トップダウンで首を開けるのが嫌なもんだから最初に往復編みしてからの輪編みっていうやり方なので、トップダウンにしては首がうまいこと詰まった形になっているのが特徴かなと思います。あと襟を拾って上に編むので、首がよく詰まってる。彼はこの形が好きなんだと思いますね。そうね。あと頭が入らない問題がかなり解消できる。ゴム編みだけだったら頭入らなかったらほどけばいいだけなので、でもこっからね作り目して編み始めちゃうと、もう頭が入らなかった時に全部ほどかないといけないっていうことが、だからよくできてると思いますね。サイズ感がとってもいい感じ。いい感じだと思います。ということで、最後エブリバディカーディガンですね。カーディガンいいと思います。カーディガンがねとっても可愛いんですけど、とっても可愛いんです。でいろんなバージョンをご用意しております。まず大きいのがこのレイさんが着てるこのヘチマエルって言われるこの襟ですね、日本語で言うと。それとあとはこの表紙にもなっている黄色いカーディガンは襟がついていないバージョンです。このすっきり V ネック型ですね。これもいいよね。で本当はこれがいいですよね。これも可愛いなと思う。であとポケットをつけるかつけないか問題ですね。でポケットは2つついてるものと1つついてるものとみたいないろいろ好きな数つけられる。個々人で。あとこれもトップダウンなので丈感が選べますので、長い丈感にしてもらってもよし、短いカーディガンにしてもらってもよしですね。その丈感も選べていいのかなと思います。そうですね、ポケット1枚で、ここが襟があるのですね。で襟も最後につけますので編みながら決めてもらってもいいかもしれない。これちょっと同じか。短いね。こっちが短い。こっち短い。平山さん来たらなんか短いみたい。それが短い。それで皆さんも分かると思うんですけど、カーディガンって使えるじゃないですか。なんでまあ1枚あったら、特にこの襟がついてるとジャケット代わりに。東京の人だったら真冬以外はもう
これで十すぐ分なんじゃないかって。東京の人はね、うん暑いっていうことを、ね、前面に押し出すべきさんです。いやでも本当に暑いよね。いやでも私いつも秋口にとか春口にこうカーディガン欲しい気持ちでいっぱいなんですけど、編んでも編んでも取られてる今本当になくてカーディガン欲しいなと思ってます。はい。なんで長さも袖だけも自分で決められるので、何の模様を入れるかだけ決めて編み出せばいいのかなと思います。はい、いいですね。はい、ということで、アイテムは終わりました。ご紹介。はい、他なんかありますか？これがとにかそれが好きって。いつか編みたい夢のカーディガン。そう、あら編んでほしいね。パターンもありますし、こういう色のカーディガンがずっと欲しい。あ、そうなんだ。それなんですか？その系統。それは DC ガーンのリオシェットランド2本撮りです。あ、2本撮りですか。そういうやつ。はい。で、あと、コンテンツ内容としては、いろんな人にいろんな国のいろんな気候の人が自分だったらどのアイテムをどう着るかっていう妄想ワードローブを、提案してもらったのを、東京で羊毛レッスンをやってくださってる尾形さんにイラストをお願いして、ちょっとね何回もこうやり取りがあって尾形さんにご苦労をおかけしましたが、はい、を書いてもらってます。はい、アミリスからは東京店で、はい、働いてくれてるなおさんの妄想ワードがありますが、とっても可愛いので、皆さんの参考にされてください。思いもよらない組み合わせがあったりして、結構面白いね。面白かったね。はい。ああ、そうやって着るんだっていうのが、あ、この色使うんだみたいなのが、そうですね。はい。ということで、さっき言ってたインデックスがありまして、どの糸でどのパターンで、どのオプションで編んでるかというのがありまして、最終的にパターンが英語と日本語がついてるっていうことになっております。ということでアイテムの紹介を全部しまして、あとは皆さんに買っていただくだけですね。買えるんですよね。そうですね。でも一応今回予約を頑張って宣伝して取ったので、まあ予約が行き渡るかなぐらいの部数を、そうですね、印刷することにしているので、ぜひお早めに気になっている方は、入手していただけたらと思います。あと、まあ確定だとは思いますけれども、一応ラインベックの前のウール&フォークに、お邪魔しまして、こちらのトランクショー的な感じをやろうと思っていますので、もしいらっしゃる方はぜひブースに雷がブースに遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ではぜひ楽しみに読んでください。